こんにちは。今日は僕が好きな作家さんの作品を紹介します。ということで今日紹介する本は The High Mountains of Portugal です。こちらの本は決して評価の高い本ではありません。ただこれはそれほど珍しいことではなく、こちらの著者の作品はどれもそうですが、文体や英語の優しさとは反対に文学的な難易度が高く、テーマへの理解と分析力が読者に求められます。著者はカナダ人のヤン・マーテルさんです。有名な本には Life of Pi があり、こちらの作品は翻訳されています。Life of Pi は映画化もされており、その映像美に賞賛が集まっているようです。しかし、著者の他の作品はいずれも日本語への翻訳はされていません。おそらく難解で癖のある作風が原因だと思っています。また作品数が非常に少なく、新作の発表までに5年から10年ほど待つ必要があります。本書は3つの中編で構成されています。第1部は1904年のポルトガルで始まります。そして第2部、第3部と物語は徐々に現代に近づいていきます。3つの物語は独立していますが、小さなつながりがあります。著者が本書で書きたかったテーマは Faith と言えそうです。Faith には信頼、信仰心、誠意などといった意味があります。第一部の主人公であるトーマスは1週間という短い期間に3人の家族を失いました。それ以来彼は不思議な行動をとるようになります。それは後ろ向きに歩くことです。周りの人間はその行動のきっかけは知っていますが、理由は知りません。また彼はあることがきっかけで旅に出ることを決断します。後ろ向きに歩くこと、目的のために旅に出ること、この2つの行動にトーマスにとっての信仰や誠意の形が見て取れます。第1部からおよそ20年後、第2部が始まります。本書の中で一番難解な物語です。病理医である主人公のもとに仕事中、彼の妻が訪れます。アガサ・クリスティとキリストについてある重大な発見をしたといい、彼女の話がしばらく続きます。そして彼女が去った後、一人の来客がやってきます。病理医である彼のもとに患者が来ることはめったにありません。その来客は彼にある依頼をしにやってきたのでした。本書の評価が高くない原因はこの第2部にあると思っています。本書のテーマはきちんと描きつつも、しっかりと読者を未知の世界へと放り投げ、物語は第3部へと続きます。およそ40年後、舞台はカナダへと移り、物語の終わりへと向かいます。本書の中では一番わかりやすい物語となっています。主人公と動物の触れ合いが描かれ、本書のテーマであるフェイスが非常に明瞭です。しかし、一冊読み終え何を感じたかと聞かれれば、これといった感想が上手に言葉となって出てきません。わかりやすい物語で終わったはずなのですが、最後には著者の手により、荒野に一人ポツンと置き去りにされてしまったかのような、何とも言えない不思議な感覚を抱きながら本を閉じました。本書がもし連作中編集ならば、読者もすんなりと読むことができます。しかし本書は第1部、2部、3部という構成のため、やはり長編小説として読まなければいけません。本書で描かれる3つの作品では、いずれも心に大きな穴を持つ人物が主人公です。一見バラバラに見える3つの物語ですが、本作を一つの作品としてつなぎ止めているのは、主人公たちが見せるフェイスなのだと思います。他の作品も含めあまり多くの人に読まれない著者の本ですが、読了後には誰かといろいろと話したくなる本ばかりです。今回伝えた僕の感想も再読するたびに変わっていくのかもしれません。というわけで今回は The High Mountains of Portugal の紹介でした。それではまた次の動画で。